皆さんこんにちは。卓球ビジネスとスポーツマーケティングの世界を深掘りしていく解説コーナーです。ナビゲーターのケンチです。こんにちは。卓球を見るのもプレーするのも大好きな美咲です。ケンジさん、最近の卓球の国際大会って演出が本当に華やかでかっこいいですよね。会場全体がダークトーンで暗転していて、中央のコートだけが赤と黒の鮮やかなコントラストで浮き上がる。まるで最先端のロックフェスやプロボクシングの世界戦を見ているみたいで、一度見始めると画面から目が離せなくなっちゃいます。そうだね。まさに今、世界の卓球界は100年に一度と言っても決して大げさではないほどの劇的な商業改革と根本的なパラダイムシフトの真っ只中にあるんだ。でも美咲ちゃん、最近の WTT の大会を観戦していて、なんでこの年で開催されているんだろうとか、昔に比べて中国や中東での大会が圧倒的に増えた気がするなぁなんて疑問を感じたことはないかな。言われてみれば確かにそうです。サウジアラビアのジッタでいきなり超大型のグランドスラムが開かれて史上最高額の賞金が出たり、フランスのモンペリエで地元の熱狂がすまずかったり、昔の世界選手権や ITTF ワールドツアーのイメージとは、開催場所の雰囲気や選ばれている都市の顔ぶれ、ポイント、そして大会の規模感がガラッと変わった気がします。鋭い着眼点だね。実はその華やかな舞台裏には、従来のラケットやラバーといった卓球用品メーカー、あるいは往年のベテランプレイヤーたちが表立って語ってこなかった現代卓球界のビジネス構造の冷徹な真実と、極めて熾烈な開催地選定メカニズムが密々に張り巡らされているんだ。メーカーやベテラン選手が教えてくれない真実、すごく刺激的でゾクゾクする響きですね。単に卓球ポピュラリティが高い国だからとか、競技人口が多い都市だからという単純な理由で大会が開かれているわけじゃないんですか？全く違うんだよ。WTT が推進するプロ化の正体、世界ランキングを盾にした過酷なツアー構造、そして数億円から十数億円規模の莫大な資金と各国の利害が複雑に絡み合う開催地選定の裏側まで、今回は詳細な分析レポートに基づいて徹底的に解剖していくよ。ワクワクしてきました。単なる試合の勝敗だけじゃなくて、その舞台裏にあるビジネスの仕掛けや各国の都市の思惑を知ると、卓球観戦の楽しさが何十倍にも膨らみますよね。卓球ファンはもちろん、スポーツビジネスや都市マーケティングに関心のある視聴者様にとっても完全保存版の内容です。最後までじっくり深掘り解説をお願いします。それじゃあまず今回の解説の全体像として、分析レポートが明らかにしている4つの卓球の真実の要点をダイジェストでお伝えしよう。細かいメカニズムや各地のケーススタディはこの後じっくり掘り下げていくからね。はい。その気になる4つの真実って具体的にどういう内容なんですか？まず1つ目は、新世界ランキング制度と強力な強制拘束力だ。用品メーカーは道具のミリ単位の適合と技術の熟練が勝敗を決めると強調しがちだけど、現代のプロ選手を最も根底から支配しているのは WTT が独占するポイント制度と無断棄権に対する罰則ペナルティなんだよ。ランキングを維持するために選手は過密スケジュールの中で地球規模の移動を強制されている。技術や道具選び以上に WTT のツアーシステムそのものが選手を拘束しているんですか？2つ目は中国偏重の正体と経済的現実だ。ファンや欧米メディアから中国やアジアでの開催が多すぎてずるいと批判されがちだけど、実は WTT のデジタル視聴数、テレビ放映権料、そして大手スポンサー資金の過半数は中国市場に依存している。中国を外すとプロツアー全体の採算が成り立たないという動かしがたい現実があるんだ。理想や理念だけじゃなくて、ツアー全体のお金を回し続けるための切実な経済的選択なんですね。3つ目は、スター人気を利用する WTT と連盟破綻を恐れる開催国協会だ。フランスのモンペリエ大会のように地元のスーパースターで爆発的大成功を収めると、 WTT 執行部はさらに大規模な首都での開催や昇格を要求する。しかし開催国の卓球協会は非営利団体だから、民間興行の巨大リスクを背負いきれずに経営破綻の危機に瀕するという深刻な摩擦が起きているんだ。大会が大成功してファンが狂喜乱舞したのに、裏では卓球協会が破綻寸前まで追い込まれるなんて恐ろしいギャップですね。ポイント、そして4つ目が、用具文化からエンターテインメント興行へのパラダイムシフトだ。かつての卓球界は、愛好家にラケットやラバーなどのハードを売る物販ビジネスが根底にあった。商標公認料やメーカーの協賛金が頼りだったんだね。でも WTT はそれをメディア放映権やデジタル配信、チケット、
大型企業協賛を売るエンタメ工業へ完全に塗り替えた。開催地の選定基準も卓球部員数ではなく、映像日、開催権料、ROI、投資対効果へ移行したんだ。すごすぎる。これを聞いただけでもこれまでの卓球観が180度ひっくり返りそうです。それぞれのテーマについて詳しく突っ込んで聞いていきますね。ケンジさん、そもそも WTT っていつどんな経緯で誕生したんですか？昔は ITTF ワールドツアーって呼ばれていましたよね。素晴らしい質問だね。国際卓球連盟、いわゆる ITTF は2021年、それまでの ITTF ワールドツアーを全面刷新して商業運営を専門に行う新法人ワールドテーブルテニス WTT を発足させたんだ。どうしてわざわざ伝統あるワールドツアーを廃止して新しい法人まで立ち上げる必要があったんですか？ ITTF の公式ウェブサイトに掲載されたスティーブ・デイントン CEO のメッセージ、メッセージフロムザ CEO や公式ウェビナー資料、ワールドテーブルテニスウェビナーの記述を紐解くと、当時の卓球界が抱えていた深刻な構造的停滞がよくわかる。従来の卓球界は国際大会を開催しても選手に支払われる賞金額が信じられないほど低く、世界試験権以外のツアー大会はメディア露出もスポンサー獲得も完全に伸び悩んでいたんだ。世界トップクラスの選手たちが血の滲むような練習をして戦っているのに、賞金がほとんど出ないなんて夢がないですよね。そうなんだよ。そこで構造的停滞を打破するために ITTF は世界的な大手コンサルティングファームのデロイトや国際法律事務所のウィザーズを起用して徹底的な事業監査を実施した。その結果浮き彫りになったのは、アマチュアリズムや全加盟国の公平性を重視する従来の国際競技連盟主導の管理構造では、急速に拡大するグローバルなスポーツビジネス市場に全くついていけないという厳しい事実だったんだ。公平さや伝統を守ることばかり優先していると、ビジネスとしての稼ぐ力やスピード感が失われちゃうんですね。その通り。そこで WTT はテニスの ATP、WTA ツアーやプロゴルフ、さらにはサッカーの EUFA や FIFA の超本格的な商業手法を丸ごと導入した。経営陣の顔ぶれもすごくてね。EUFA のマーケティングディレクターや FIFA のチーフコンマーシャルオフィサー CCO を歴任したフィリップ・ルフロック氏や ATP 出身のスティーブン・ダキット氏といったグローバルスポーツビジネスの第一線で実績を上げてきたプロフェッショナルを次々と招聘したんだ。デイントン CEO らと共にエンタメ性と収益性を最優先する体制を作り上げたんだよ。まさにスポーツビジネス界のドリームチームですね。だからこそ従来の体育館での大会からエンタメ性と収益性を兼ね備えた現代的なシステムへ生まれ変われたんだ。 WTT になってからグランドスラムとかファイナルスとかいろいろな格付けを聞くようになりましたけど、具体的な構造はどうなっているんですか？ WTT はテニスをお手本にして明確なピラミッド型の階層構造を構築したんだ。 WTT の公式ホスティングガイドラインジョイン・ザ・チェンジや各大会の公式資料をもとにその規模感と要求数値を整理してみよう。ぜひ知りたいです。ピラミッドの一番てっぺんにあたる大会はどれですか？頂点に君臨するのがグランドスマッシュだ。年に最大4回開催され、獲得できるポイントは世界選手権やオリンピックに匹敵する2000ポイント。本戦は男女各64名などが約10日間にわたって戦う最大規模のイベントだよ。経済波及効果は約1450万ドル、約22億円。メディア価値は約7億ドル。そして大会期間中に必要な規定ルームナイト、延べ宿泊数は約2万室という超巨大興行だ。北京やシンガポール、サウジアラビアのジッタなどが開催地になっている。延べ2万室のホテル確保が必要なんて、もう単なるスポーツ大会の枠を超えて都市の巨大イベントですね。その下のランクは？次が WTT ファイナルズ。年間ランキングの上位16名とダブルス8組だけが出場できる年間最終決戦で、優勝ポイントは1500ポイント。経済効果は約870万ドル。メディア価値は約 2.5 億ドル。延べ宿泊数は約1万5000室。日本の福岡、北九州や名古屋、ドーハ、新郷、香港などで開催されたね。トップ16だけが許されるエリート大会ですね。その次は？年に6回程度開催される WTT チャンピオンズだ。男女各32名のシングルス検定戦で優勝1000ポイント。経済効果は約500万ドル。メディア価値は約1億ドル。延べ宿泊数は約1万2000室。フランスのモンペリエ、マカオ、韓国のインチョン、ドイツのフランクフルトなどが舞台だ。そしてその下に予選と本戦の多層構造でツアーの基盤となるポイント400から600のスターコンテンダーやコンテンダーが位置しているんだよ。獲得ポイント、参加人数、経済効果、メディア価値、必要ホテル部屋数まで
完璧に格付けされてコントロールされているんですね。ケンジさん、ここでさっきダイジェストにもあったメーカーやベテラン選手が教えてくれない真実の一つ目、新世界ランキング制度と強制拘束力についてもっと深く突っ込んで聞いていいですか？よし、ここが競技の表面的な技術論だけを見ていては見えないプロスポーツの影の部分だね。長年卓球用品メーカーや往年の名選手たちは、卓球はラバーのスポンジコードやラケットの木材構成といったミリ単位の適合と長年の熟練技術によって勝敗が決まる繊細なスポーツだという部分を前面に押し出してきた。はい。どのラバーを貼るかとか、試合前の用具検査とか、技術と道具のこだわりについての話ってすごくよく聞きます。もちろん用具や技術も大切だ。しかし、現代の WTT 体制下において、選手の競技人生や生活を根底から支配している最大の要因は、用具の選択以上に WTT が設計した過酷なツアー日程とランキングポイント構造への完全な従属なんだよ。従属。具体的にはどういう仕組みで縛られているんですか？ WTT は世界ランキングのポイント付与権を完全に手中に収めている。この世界ランキングはオリンピックのシード権や世界選手権の出場枠にダイレクトに直結するんだ。そして WTT の上位大会で付与される莫大なポイントを獲得維持し続けないと、どれほどのトップ選手であっても一気に世界ランクが急降下して国際舞台でのシード権を失ってしまう。一気にランクが落ちたら、予選から厳しい戦いを強られて、オリンピックにも出られなくなっちゃいますもんね。さらに強力なのが WTT の規定でトップランカーに課されている上位大会への出場義務、マンダトリーイベントだ。正当な理由のない無断棄権や欠場をした場合、その大会のポイントが0点として強制計算され、厳罰なペナリティが課されるんだよ。0点ペナルティ。過密スケジュールで怪我や疲労が限界に達していても、休むことすら許されないなんて。そう。かつてのようにナショナルチームの強化合宿で数ヶ月じっくり技術を磨くという伝統的な強化体系は完全に崩壊した。選手たちは年間を通じて地球を何周も移動しながら WTT が世界各地に配置した開催地を転戦し続けるプロアスリートへの変革を余儀なくされているんだ。選手たちも本当に過酷なビジネスの中で戦っているんですね。ところで、そんな世界中を移動して行われる大会の開催地は一体誰がどうやって決めているんですか？ WTT における大会開催都市の選定権は最終的に WTT 取締役会 WTT ボードの独占的な決定権によって行われている。最高峰であるグランドスラムについては ITTF との共同審査ジョイントジュリーという形を取るけれど、実質的な主導権は商業的価値の最大 WTT 執行部側に立ティー分だ。じゃあ、WTT の取締役会に対して各都市がプレゼンしてアピールするわけですね。卓球が伝統的に大人気な国ならすぐに選ばれるんですか？いやー、卓球が盛んな地域であるかは選定の十分条件には全くならないんだ。WTT 公式のホスティング資料、ジョイン・ザ・チェンジに明記された評価ガイドライン、アセスメント&エバリュエーションクライテリアによると、4つの厳格な商業インフラ基準をクリアしなければならない。その選定の4大柱について詳しく教えてください。一つ目は財務・商業的提示、ファイナンシャル&コマーシャルオファー、年間開催権料の支払い能力、賞金補填能力、そして地方政府や地元スポンサーからの絶対的な資金保証があるか。二つ目はステークホルダーの統合体制、ステークホルダーインテグレーション、地方自治体、国内卓球協会、NF、会場プロモーター、地元スポンサーが足並みを揃えて包括的に提携できているか。やっぱり何よりもまず資金力と強力な推進組織が必要なんですね。残り2つは？ 3つ目が会場及び都市インフラ、ベニューズ&インフラストラクチャー、最先端のアリーナ提供、規定のルーム内と宿泊数確保、国際空港からのアクセス。4つ目が観客動員とエンターテインメント演出、ファンレッドイベンツ&イノベーション。チケット完売の見込みと WTT 特有の演出に適用できる能力だ。なるほど。卓球愛や競技人口だけじゃなくて、ビジネスとして完璧に機能するインフラが前提条件なんですね。ケンジさん、WTT の会場演出って本当に独特ですけど、あの演出にも厳しい基準があるんですか？そうなんだ。WTT は従来の学校の体育館のような暗いイメージを完全に払拭するために、中央にたった1台のメイン卓球台を設置し、周囲を黒と赤のブランドカラーで統一して照明を絞り込むインフィニティアリーナという劇場型演出スタイルを確立したんだよ。ああ、テレビや配信で見ると、卓球台が暗闇の中でスポットライトを浴びて、まるで演劇や格闘技のリングみたいに見えるあの演出ですね。そう。
探してでもあの演出を作り上げるためには、アリーナに高度な照明機材、大型 LED スクリーン、音響設備、そして WTT 専用のコートマットを施工する技術力と費用が必要になる。それを開催地側、LOC 地元組織委員会が全額負担して設営しなければならないんだ。設営費用も開催地持ちなんですね。さらにホテルのお部屋確保のハードルもすごいって言っていませんでしたか？そうなんだよ。さっき見た規定数値の通り、最高峰のグランドスラムを開催する場合、選手、役員、審判、世界中のメディア、そして WTT の運営スタッフのために、大会期間中に延べ2万室規模の高品質なホテル客室を確保提供することが契約上義務付けられている。延べ2万室って、波の地方都市じゃホテルが満室になってパンクしちゃいますよね。まさにそこなんだ。国際空港からのスムーズなアクセス、多数の高級ホテル群、そして最先端のアリーナ。この3つを完璧に揃えられる都市でなければ、どれほど地元で卓球が親しまれていても、WTT の上位大会を誘致することすらできないのが現代のリアルなんだよ。準備するだけでも大変なコストがかかるんですね。でも、それだけのインフラを整えて大会を開催すれば、チケット代やスポンサー収入で開催都市や地元の卓球協会も大儲けできるんですよね。美咲ちゃん、そここそが分析レポートが最も鋭く切り込んでいる WTT の財務モデルの歪みなんだよ。実は WTT と開催都市 LOC の間には著しい収益とコストの非対称性が存在するんだ。収益とコストの非対称性、どういうことですか？ WTT のホスティング文書 Join the Change の権利分配規定を詳しく見てみよう。まず WTT 側が保持・独占する権利と収益だ。一つ目、グローバルスポンサー権の独占。メイン看板や公式パートナー枠の協賛金はすべて WTT の収入になる。二つ目、国内外のテレビ放映権及びデジタル配信権の売上。これも全額 WTT に入る。三つ目、大会公式グッズ、マーチャンダイジングの販売権利。基本賞金は WTT が管理・支給する。一番大きな収入源になりそうな放映権も、グローバルスポンサー料も、グッズの売り上げも全部 WTT 本体に持っていかれちゃうんですか？じゃあ現地で汗を流して準備する開催都市や国内協会は何で稼いで何を負担するんですか？開催都市 LOC 国内協会が負担するコストと保持する収益を並べてみよう。負担するコスト、 WTT への高額な開催権料の支払い、会場借上費、インフラ構築費、演出施工費の全額負担、選手役員 WTT スタッフの滞在費、規定ホテル食事及び移動輸送費の全額負担、確保できる収益源、自治体からの公的補助金、ローカルのチケット売上、コーポレートホスピタリティの売上くらいなんだ。そんなのありですか？興行にかかる莫大な準備費用と滞在費を全部払わされた上に、もしチケットが売れ残ったら、地元側が 100% 大赤字を抱え込むってことですよね。その通り。大会の商業的成果、放映権、グローバル協賛は WTT 本体が全額収益化し、会場設営や運営に伴う興行リスクと多額の費用は現地側が全面的に負う。この構造的リスクこそが各国の卓球協会が誘致において直面する最大の壁なんだよ。そんな厳しいリスクがあるのに、どうして世界中の都市や協会が手を挙げるんですか？裏でどんなやり取りが行われているんですか？まさにそこでは4つの主要ステークホルダーによる壮絶な利害調整と力学が働いているんだ。それぞれの思惑を整理してみよう。その4つのグループって誰と誰なんですか？一つ目は WTT 執行部。彼らの目的はグローバルブランド化、高額な放映権料と開催権料の獲得、そして世界の大都市での開催推進だ。二つ目は主要スポンサー、中国企業中心。目的は露出効果の再来化、巨大な視聴者数の維持、そして高い ROI、投資対効果の担保だね。ビジネスとしてのリターンとブランド価値を最重視するグループですね。残りの2つは？3つ目は開催地の政府地方自治体。目的はスポーツツーリズムによる経済波及効果、都市の国際ブランディング、オリンピックレガシーの活用だ。ポイントは4つ目の開催国の国内卓球協会 NF。目的は自国選手の強化や露出、卓球の普及活動だけど、莫大な開催コストによる経営破綻リスクと常に背中合わせなんだ。なるほど。世界中で儲けたい WTT、元を取りたい中国スポンサー、街を世界にアピールしたい自治体、選手を応援したいけど赤字が怖い卓球協会。みんなが求めているものが全然違うんですね。そうなんだよ。
この4社の利害が複雑に交錯し、時には激しく衝突しながら最終的な開催都市が決定されているんだ。ケンジさん、ここでダイジェストにもあったメーカーやベテランが教えてくれない真実の2つ目についてもっと詳しく知りたいです。ファンからよく聞く WTT って中国やアジアばかりで大会を開いてずるくないという批判についてです。よし、ここも卓球ビジネスの革新だね。ファンや欧米メディアからは、卓球を本当のグローバルスポーツにしたいなら、ヨーロッパや北米にもっと分散させるべきだ。中国偏重だという声が常に上がっている。はい、SNS や掲示板でもそう言っている海外のファンをよく見かけます。だけど卓球界の関係者やベテラン選手がめったに口にしない現実がある。それは中国市場を外せば WTT のプロツアー全体の財務が立ち行かなくなるという冷徹な経済的現実なんだ。立ち行かなくなる。そこまで中国市場の影響力が絶大なんですか？数字を見れば一目瞭然だよ。卓球における世界のデジタル配信視聴数、テレビ放映権料、そして主要な卓球用品メーカーや大手企業スポンサー、例えば高層機 DHS やソーヨ W フィッシュ、さらには中国のナショナルパートナー企業が出す協賛金、その過半数は中国市場から生まれているんだ。つまり WTT のツアー全体を支えるお金の大部分を中国の視聴者や企業が払っているんですね。その通り。WTT がグランドスラムやファイナルズを中国の北京、新郷、マカオ、香港などで開催することは、数億人の視聴者数を確実に稼ぎ出し、グローバルスポンサーに対する露出公約 ROI を絶対に達成するための不可欠な条件なんだよ。WTT 執行部がどれほど欧米市場を開拓したいと考えていても、ツアーの基礎収益を担保するためには、中国開催枠を一定数確保し続けるしかないんだ。中国市場がツアーの命綱になっているのはよくわかりました。でも最近、サウジアラビアやカタールのドーハみたいな中東での開催がものすごい勢いで増えていますよね。鋭い指摘だね。中国偏重からの脱却とツアー全体の賞金増額を目指す WTT 執行部にとって最大の救世主として登場したのがサウジアラビアやカタールをはじめとする中東諸国の国家主導型スポーツ投資なんだ。オイルマネーの参入ですね。サッカーの FIFA ワールドカップやプロゴルフのリブゴルフでも大ニュースになりました。まさにそれと同じ構図だ。サウジアラビアの国家戦略ビジョン2030に代表されるように、中東諸国は石油依存型経済からの脱却と国のイメージ刷新、スポーツウォッシング批判を伴いつつもを目指して世界最高峰のスポーツイベントを次々と誘致している。サウジアラビアで開催されたサウジスマッシュのプレスリリースを見たとき、賞金額にびっくりしました。そうだね。サウジスマッシュの公式サイトによると、2024年5月にジッタで開催された大会では、卓球史上最高額となる総額200万ドル、約3億円の賞金プールが用意された。WTT に対して従来のスポーツ界の相場をはるかに超える改正権料を支払い、賞金も 100% 保証してくれる中東諸国は、WTT の商業価値を一気に引き上げてくれる絶好のパートナーなんだよ。卓球の歴史や競技人口が少なくても、圧倒的な資金力があれば、世界最高峰の大会を一気に引き寄せられる時代になったんですね。中国の巨大市場と中東の潤沢な資金力、規模がすごすぎます。でもそうなると、伝統的な卓球強国である日本やフランス、ドイツなどの国内卓球協会はどうなっちゃうんですか？そこなんだよ、美咲ちゃん。今一番深刻な葛藤と悲鳴を上げているのが、まさにヨーロッパや日本の国内卓球協会、ナショナルアソシエーションなんだ。レポートではこれを、非営利団体とプロ興行のパラドックスと呼んでいる。非営利団体とプロ興行のパラドックス、どういう意味ですか？各国の卓球協会って基本的には政府からの公的補助金や全国の愛好家からの加盟登録料で運営されている非営利の競技振興団体だよね。草の根の普及やジュニアの育成、ナショナルチームの強化が本来の存在理由だ。はい、営利目的で儲けを追求する民間のイベント会社とは違いますよね。ところが WTT の時代になり、自国で最高峰のグランドスラムやチャンピオンズを開催しようとすると、突如として数億円から十数億円規模の興行リスクを背負う民間プロモーターとして振る舞うことを要求される。もし大会が不入りで大赤字に終わったら、国内協会の年間予算が一発で吹き飛んで、ジュニア育成も日本代表の強化事業も全部停止してしまう危険をはらんでいるんだよ。自国のファンに世界最高のプレーを見せたいし、選手も応援したいのに、一歩間違えたら連盟が破綻するなんて恐ろしすぎるギャンブルじゃないですか。実際の開催都市のケーススタディを見ると、その構造がもっと具体的に見えてきそうですね。
まずは中国の北京で開催されたチャイナスマッシュについて教えてください。中国のチャイナデイリー .com.cn などの報道によると、2024年から2028年までの5年間という長期開催契約が締結されたチャイナスマッシュは、北京市式人区の首鋼岩園を舞台に開催されているんだ。首岩園ってどういう場所なんですか？もともとは巨大な製鉄所の跡地だったんだけど、2022年北京冬季オリンピックのスノーボードビッグエラ会場として劇的な都市再開発が行われた象徴的なエリアなんだよ。北京市政府と式人スク政府は2008年夏と2022年冬の双方を開催したデュアルオリンピックシティとしてのレガシー活用と都市再開発の推進を前面に掲げて誘致を展開した。オリンピックの施設をそのまま WTT のグランドスラム会場として有効活用しているんですね。そう、中国卓球協会 CTTA 劉国梁会長の強力な後押しと北京政府による圧倒的な資金・インフラ支援、そして世界最大の卓球ファン層が一体となっている。WTT にとっても商業収益と視聴者数を 100% 計算できる最も堅固な収益基盤になっているんだよ。次はさっきも話題に出たサウジアラビアのサウジスマッシュですね。2024年5月にジッタのキング・アブドゥッラスポーツシティで初開催されたサウジスマッシュは、まさに資金力によるスピード獲得を証明した象徴的な事例だね。サウジアラビアって地元での卓球の競技人口や伝統的な実績はどうだったんですか？正直言って競技人口も伝統的実績もほぼゼロに近い状態だった。しかしサウジアラビアスポーツ省とサウジオリンピック・パラリンピック委員会アブドゥラージズ王子が主導し、国家的なスポーツ投資枠から巨額の開催権料と史上最高額の賞金200万ドル約3億円を 100% 保証したんだ。その結果 WTT の最高位ランクであるグランドスラムを即座に獲得したんだよ。歴史や普及度がなくても資金提供力さえあれば最優先で最高峰大会を開催できることを世界に見せつけたわけですね。まさにその通り。WTT の意思決定において財務的条件、ファイナンシャルオファーがいかに決定的な比重を占めるかを突きつけたケースだと言えるね。最近世界中の卓球ファンを熱狂させたフランスのモンペリエ大会 WTT チャンピオンズモンペリエです。ここは大フィーバーだったんですよね。そう、フランスのメディアフランス J や卓球専門フォーラムテーブルテニスデイリーでも大絶賛されたんだけど、2024年10月に開催されたモンペリエ大会は WTT の開催都市選定における光と影を最も鮮明に映し出した事例なんだ。まず光の部分、すまさじい盛り上がりについて教えてください。地元モンペリエ出身のスーパースタールブラン兄弟、兄アレクシス選手と弟フェリックス選手の超絶的な人気とパリ五輪でのメダル獲得によるフランス国内の卓球ブームが爆発したんだ。2024年大会で4万枚、2025年大会でも4万3500枚のチケットが即完売。アリーナ全体がサッカーのスタジアムのような大歓声に包まれて、 WTT の CEO から世界最高の大会演出と雰囲気だと大絶賛されたんだよ。地元のヒーローを会場全体で応援する、まさにスポーツ興行として最高の姿じゃないですか。ましてケンジさん、さっき光と影って言いましたよね。その影の部分、つまりメーカーやベテランが教えてくれない真実の3つ目って何が起きたんですか？よし、ここからが非常にドメスティックでリアルな構造摩擦の話だ。モンペリエでの圧倒的な大成功を見た WTT のスティーブ・デイントン CEO は興奮してこう提案したんだ。この熱狂があるなら次はパリの巨大アリーナ、アコーアリーナなどに会場を移して予算600万ユーロ、約10億円規模のグランドスラムへ一気に昇格させようとね。モンペリエから首都パリへ移転して最高峰のグランドスラムになるなんて一見夢のようなステップアップに見えますけど。ところがフランス卓球連盟 FFTT のジル・エルブ会長はこの提案を絶対不可能だと激しく拒絶したんだよ。なんで会長さんは大反対したんですか？エルブ会長の激怒の理由は連盟の経営規模にある。 FFTT の年間総予算は1000万ユーロ、約16億円程度だ。たった一つの大会のために600万ユーロもの巨額リスクを連盟単独で背負ったら一発で連盟が破綻するとね。年間予算16億円の連盟がたった1回の大会に10億円のリスクをかけられないですもんね。そうなんだよ。世界選手権やヨーロッパ選手権であればフランス政府スポーツ省から巨額の公的補助金が出る。ポイントは民間企業である WTT のイベントに対しては公的資金の投入が厳しく制限される。
地元銀行のクレディ・ミュチュエルなどのスポンサーを獲得したけれど、 WTT の急激な肥大化要求は国内協会の容量を完全に超えてしまったんだ。スター人気を利用して急拡大したい WTT と破綻を恐れる国内協会の深刻な衝突だね。大成功の因にそんな連盟破綻の危機が隠されていたなんて。では、日本の福岡、北九州で開催された WTT ファイナルズ福岡2024はどうだったんですか？福岡県庁の公式発表やスポーツメディアのオリンピックス .com、ウーゴ・カルデラーノ選手の公式ウェブサイトの解説にもあるように、2024年11月に北九州市立総合体育館で開催されたファイナルズは非常にスマートな自治体連携型モデルだったんだ。スマートというとどんな工夫があったんですか？福岡県、北九州市、そして日本卓球協会 JTTA が完全に一体となって誘致運動を展開した。張本智和選手、早田ひな選手、張本美和選手といった自国のトップスター選手の集客力と、地方都市のスポーツ振興、観光誘客、インバウンド推進の行政予算が見事に合致したんだよ。行政の地域活性化予算をうまく組み込んだんですね。さらに素晴らしいレガシー効果があったんだ。国際ニュースメディアのインサイド・ザ・ゲームスの報道によると、福岡県と北九州市はこの WTT ファイナルズの成功実績と手厚い行政支援を世界にアピールして、2025年5月の ITTF 総会でライバルの中国やイタリアを打ち破り、2028年 ITTF 世界卓球選手権団体戦の福岡招致に見事成功したんだ。すごい。WTT の大会成功を実績にして、そのまま最高峰の世界選手権誘致まで成功させたんですね。行政予算と連盟の目的がぴったり噛み合った最高の成功例じゃないですか。ケンジさん、ここまで世界中のいろいろな都市の例を見てきましたけど、WTT の誘致パターンってどう整理できるんですか？そして真実の4つ目についても教えてください。分析レポートでは各国の誘致アプローチを以下の4つのモデルに分類しているよ。巨大市場商業主導モデル、例中国市場。国家資本ブランディング主導モデル、例サウジアラビアと中東。名声選手ファンエンゲージメント連動モデル、例フランスモンペリエ。自治体東海連携型モデル、例日本福岡。それぞれの国や地域の強みと事情に合わせた4つの型があるんですね。そしてこれらすべてを貫くメーカーやベテラン選手が教えてくれない真実の4つ目。それは卓球界のビジネス構造が用具販売ハードからエンターテインメント工業ソフトへ完全に転換したというパラダイムシフトだ。用具販売からエンタメ工業へ。かつては卓球ドゥインが多い町か、ラケットやラバーが売れる国かが重要だった。しかし WTT 時代における開催地の決定基準は、配信映像として世界に売れる演出ができるか、高額な開催権料や自治体補助金を準備できるか、チケットが高値で即完売する熱狂的なファン市場が存在するかというプロスポーツ考慮としての費用対効果 ROI へ完全に移行したんだよ。卓球という競技のビジネスモデルそのものが根本から作り直されたんですね。WTT は全体としてどんな戦略で世界を回しているんですか？ WTT は現在実に巧みなグローバルポートフォリオ戦略を展開しているんだ。商業的基盤中国、圧倒的な視聴者数とスポンサー収益を確保する収益の柱、資金力獲得中東、高額な開催権料と賞金を調達しツアー全体を潤す資金の供給源、熱狂の創出欧州日本、スター選手と熱狂的ファンによるブランディングと映像価値向上。3つの地域がそれぞれの役割を果たしてパズルのように組み合わさっているんだ。そう、 WTT が目指すプロスポーツ化と放映権エンタメ価値の極大化は、卓球の社会的地位を引き上げトップ選手の賞金収入を劇的に増やしたという点で歴史的な功績が大きい。だけどモンペリエの事例が痛烈に示したように、 WTT が追求する急激な規模拡大と高額な開催権料の要求は、各国の非営利な卓球協会の財務基盤を圧迫し、強倒れを起こす危険性も秘めているんだよ。お金を持っている国や巨大市場に偏りすぎちゃうと、伝統的な卓球文化や各国の連盟が壊れちゃうかもしれないですもんね。源氏さん、WTT が一時的なバブルで終わらずに、これからも世界中で持続可能なプロツアーとして続いていくためにはどうすればいいんでしょうか？まさにレポートの結論では WTT と現代卓球界に向けた重要な2つの構造的提言がなされているんだ。1つ目はリスクシェアリング型開催モデルの導入。地方自治体や国内卓球協会が過度な興行リスクを一極集中で負わないように
WTT と地元組織委員会 LOC がチケット売上やローカルスポンサー収益を分け合うレベニューシェア構造を構築すること。リスクとコストは全部現地持ちという非対称な関係を見直して、WTT も一緒になってリスクを分担しようということですね。2つ目は、地域特性に応じた大会ランクの最適化。モンペリエのような素晴らしい熱狂を生み出せる都市では、無理に数億円規模のグランドスラムへ拡大移転させず、身の丈に合った WTT チャンピオンズとして長期的安定的に開催できる枠組みを保証することだね。身の丈に合わない急拡大で連盟が破綻するより、地元で末永く愛される大会として続いていく方が、ファンにとっても選手にとっても幸せですもんね。その通り。資金力を持つ中東諸国や巨大市場の中国に偏重しすぎることなく、スター選手と熱狂的なファンが存在する伝統的信仰の多様な都市でバランスよく開催を継続できるかどうか。これこそが WTT および現代卓球界が持続可能な成長を遂げるための最大の鍵になるんだよ。今日のお話を聞いて、WTT の派手なステージの裏側にそんな熾烈なビジネス構造と各国のドラマがあったことがよくわかりました。これからの大会を見る目がガラリと変わりそうです。表面的な試合結果だけじゃなく、その舞台裏にあるビジネスや都市の思惑に注目すると、スポーツ観戦はもっと深くて面白くなるよね。視聴者様もぜひ今後の WTT の開催都市や演出に注目してみてください。それでは本日の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。